9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。カナディアンウイスキーに変化が生まれているようです。2026年のカナディアンウイスキーアワードでカナディアンライウイスキーが大きな注目を集めました。カナダのライウイスキーは長らく独自のブレンド技術を基盤に発展してきました。トウモロコシ主体の柔らかいベース原酒にライ麦を多めに使った香味付け用原酒をブレンドし、ミントやウィンターグリーン、黒胡椒、クローブといったハーブやスパイスの香りを特徴とするスタイルが伝統です。しかし昨今はそのスタイルがさらに拡張されています。伝統的な滑らかで飲みやすいブレンデッドカナディアンライに加え、ライ麦比率を高め、タルコや力強さを前面に出したクラフト系ライウイスキーの台頭が大きな潮流です。2026年の受賞作の中でもカナダ西部アルバータ州のワイルドライフディスティラリーキングオブザノースがカナディアンライウイスキーオブザイヤーに選ばれました。豊かなライスパイス、トフィー、ドライココア、ハーブの余韻が長く続く濃密で香り高い一本です。またブリティッシュコロンビア州ノースバンクーバーのサンズ・オブ・バンクーバーからはカスクストレングスや8年以下部門で評価されたウィーテッドライなど多様なスタイルが高評価を獲得しました。今年のアワードはカナディアンライは一つのスタイルで語れるものではなく、伝統ブレンドの飲みやすさとクラフト系の力強さを兼ね備える幅広いカテゴリーになっているという今のカナダの実力をの実に表しています。この夜を機にカナダのライウイスキーの多様性と進化にぜひ耳とグラスを傾けてみてください。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。今日のウイスキーニュースでは2026年に待望のファーストリリースが予定されているアベラルギー蒸留所を特集します。アベラルギーはスコットランド中部パースシャーに位置する新しい蒸留所です。この蒸留所は単に新しいブランドというだけでなく、畑からグラスまでという哲学を体現する稀有な存在として世界のウイスキー界から注目を集めています。アベラルギー蒸留所は家族所有の300エーカーにも及ぶ農場の中にあり、そこで栽培された大麦を原料に使うという徹底ぶりです。使用される大麦には伝統的な品種であるゴールデンプロミスやモダンな品種のローレートなどがあり、これらは特に風味を重視して選ばれています。栽培・収穫された大麦はそのまま蒸留所で製麦、発酵、蒸留、熟成、ボトリングまで進みます。この原料から完成までを同じ土地で行うというスタイルは世界的にも珍しい取り組みです。アベラルギーは家族経営の蒸留所で5世代にわたるモリソン家のスコッチウイスキーへの関わりが蒸留所設立の背景にあります。モリソン家はかつて有名蒸留所の運営にも携わった歴史を持ち、1994年に蒸留事業を手放した後、再び自らの蒸留所を立ち上げました。アベラルギー蒸留所は2017年に蒸留を開始し、その最初のスピリッツが樽に入れられたのも同年でした。そして9年の歳月をかけて熟成されたウイスキーがついに2026年3月に初のシングルモルトとしてリリースされる予定です。このファーストリリースはパース社の土地、栽培された大麦、丁寧な蒸留プロセスをしっかりと反映した一本になると期待されています。蒸留所はこのリリースをパース社の土地と人々の物語を映したウイスキーと表現しています。
アベラルギー蒸留所にはチームとしての強い結束と共有された信念があります。大麦の選定や仕込み、蒸留、熟成の管理、そして最終的なブレンドとボトリングまで一貫して知識と経験を積み重ねながらウイスキーを育てており、それぞれのカスクにはこうした人々の思いと物語が込められています。アベラルギー蒸留所が特別視される理由は単に新しい蒸留所というだけではありません。5世代にわたる家族の歴史、畑から完成までを管理する本質的な哲学、伝統的な品種と現代的理解の融合、蒸留所そのものが風土を語る存在であること、これらが世界のウイスキー市場で一目置かれる要素です。そして今、蒸留所は新たな章の扉を開こうとしています。2026年3月の発売予定が近づくアベラルギー。その一歩には土地、時間、家族、哲学が静かに刻まれています。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日は御嶽蒸留所からザ・ファーストエディションバーボンバレルです。御嶽とは桜島の別称で、広大な丘陵地に立つ蒸留所からは錦江湾を挟んで東に桜島を望むことができます。蒸留開始は2019年。水は毎分1000リッター以上湧き上がる天然軟水。丘陵の豊かな森によって長い年月をかけてろ過され磨かれたウイスキー作りに最適な水を使用しています。酵母は西酒造が保持する酵母から選抜したものを使用。そして選び抜いた二条大麦。御嶽蒸留所の蒸留釜は初流も再流も両方ともラインアームの角度を上向きに設計。そうすることで重たい香味成分は落ち、スチル上部までたどり着いたフルーティーで深い香味成分だけを取り出すことができます。芳醇なフルーツの香り、バランスの取れた香味、喉を滑るようなクリアな飲み口。これが御嶽蒸留所が目指すウイスキーの味わいです。2024年にリリースされたこのバーボンバレルスは、アメリカ・ケンタッキー州バーボン郡で製造されるバーボンウイスキーの熟成に使用された樽。この地に足を運び、良質なファーストフィルバーボンダルのみを厳選しています。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は赤みを帯びた琥珀色ですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはレーズンのフルーティーな香り。ミドルノートはヘーゼルナッツ。ラストノートはクローブやナツメグのスパイス香がします。では味わってみたいと思います。口当たりはスムースでボディはミディアム。バニラの甘いヒントに麦芽糖の甘み。レーズンやアプリコットのジャム。フィニッシュはブラックペッパーにジンジャーのキック。
若干焼酎のようなアルコールの刺激味。ビターなスパイスが余韻に程よく続きます。非常に面白い味ですね。バーボンダルのニュアンスもありつつ、御嶽のフルーティーなニュアンスも感じられ、2作目のウイスキーでありながら蒸留所のハウススタイルがしっかりと確立しています。個人的には味の厚みがもう少し欲しいところですね。飲み方はロック、ソーダで楽しめそうです。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはグレングラッサー蒸留所からグレングラッサー12年をご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。